炭素繊維は鉄の4分の1の比重で、鉄の10倍の非強度があります。また、7倍ほどの非合成があります。これは炭素繊維を扱った本の冒頭に大体書かれている定型文なんだけど、7倍とか10倍とかいう割にカーボンフレームの重量は金属フレームのよくて半分くらいだから、逆になんか重くねという疑問が発生するわけです。今日は強度と合成動画の第2弾として、ここら辺の謎について一緒に考えましょう。一緒に考えましょう。カーボンは金属材料より自由度が高くて複雑でさ、先端材料だから技術の進歩も早い。正直専門内だし、わかんない部分が多すぎるから、こういうスタイルとさせてください。予防線オツ。あと、この動画ではカーボンの歴史とか製法についてはほんと最低限しか触れません。強度とか合成が自転車のフレームに使うときどうかなっていうのを考える動画です。ガシャン。さて最初におさらいとして前回、鉄とアルミ、ついでにチタンを比較した時の表を見てみましょう。鉄はアルミの3倍重く、3倍の合成、でも3倍の強度はない。チタンは比重の割にすごく強いけど、合成はそこまででもない。はい、ありがとう。強度に関しては、ベースの金属が同じでも、合金の種類により大きく結果が変わります。逆に比重と合成は、ベースの金属が同じならあまり変化しません。前回勉強した通りだね。この表では、あくまで自転車カテゴリーの動画として、自転車フレーム向きの合金を選んで比較してるよ。あと、鉄とアルミに関しては、パイプにした時の具体的な寸法を設定して、少しリアルな条件で比較してみたよね。アルミなら鉄より 15% くらい軽く作れそうって結果だったわね。これにカーボンを加えて比較したいんだけど、金属同士は簡単だけど、カーボンとなるとちょっと難しいんだよね。その理由を説明するために、まず CFRP の構造と特徴を簡単に説明させてね。CFRP はカーボンファイバーレインフォースドプラスチックの頭文字を取ったものだね。日本語で言うと炭素繊維強化プラスチック。CFRP にはいろんなタイプがあるけど、多くの自転車のフレームには炭素繊維が規則正しく並んだシートを重ね合わせて合体させたタイプが使われる。部材の一部を取り出すと、こんな風に炭素繊維が一方向に並んでいて、隙間が樹脂で埋められているよ。こういう構造だから、繊維の方向に引っ張られるのにはとても強い。でも90度横方向に引っ張られるのはとても弱い。避けるチーズ現象。こんな風に、引っ張る方向により強度や合成が大きく異なる性質を異方性があるっていうよ。異方性。専門用語はなるべく避けていきたいんだけど、無理に避けると逆に分かりにくくなりそうだから、適度に使わせてね。話は戻って、横に引っ張られるのにも弱いけど、繊維方向でも圧縮される方向にはちょっと弱いって性質もある。樹脂で固めているとはいえ、折れ曲がってしまいそうね。金属の場合はこういう引っ張る方向による差はない。実はある時もあるんだけど、基本的にはない。あと、あまり薄くしなければ、引っ張りよりも圧縮に対する方が強度が高い。これは CFRP と逆だね。こんな感じで特性が違いすぎて比較がやりにくいよ。特に非方性が厄介で、現実的には一方向にしか強くないのは困るから、いろんな方向にシートを貼り合わせてフレームは作られる。これによって最終的な特性は製品によってみんな違うということになっちゃう。十人十色という困ったことになっているんですが、それでもなるべく単純化して金属材料と比較を試みよう。比べにくいと言いつつ、カーボンのことを扱った本を開くと、冒頭の定型文のようなことが書かれています。炭素繊維は鉄の4分の1の比重で、鉄の10倍の非強度があります。また、7倍ほどの非合成があります。サンキューもちこさん。非強度、非合成っていうのは、同じ重さで比較した場合ってことだね。まずこれが本当か見てみよう。炭素繊維の比重は種類によって違うんだけど、だいたい 1.7 から 2.2 の間。水の 1.7 倍から 2.2 倍重いってことね。鉄は 7.9 ね。そうそう。計算するとカーボンは鉄の 4.6 から 3.6 分の1だから、だいたい4分の1と言って良さそうだね。
強度は炭素繊維にしろ鉄にしろ種類によって全然違うね。この図は炭素繊維大手の東レ産の炭素繊維 T1100G および M40X の特設ページからお借りしてきたんだけど、ここから読み取ってみよう。世代ごとに性能向上しているのが伺えるけど、この図内で強度は 2.5GPa から 7GPa の幅があるね。鉄はどんなもんだっけ？ピンキリだけど、まあ 400MPa から 1200MPa って感じかな。単位が違うじゃない。ギガはメガの1000倍だから 0.4GPa から 1.2GPa ってとこ。炭素繊維の比較対象とするなら 1GPa くらいはある合金がふさわしいと思う。いわゆる黒森はだいたいここらへん。図で言ったらこのくらいの高さなんだけど。埋まってるわ。まあ感覚的には5倍くらいって言いたいわね。強度って言っているから重量を同じにするために4倍しないとね。ってことは20倍ね。わあ。この動画を作るために結構真面目な本も見たんだけどさ、40年前1980年代前半の文献にも同じ定型文があった。80年代前半というと第一世代のカーボンが旅客機に使われだしたくらいだからさ。だからこの図から見てカーボン 3GPa くらいに鉄 1GPa くらいで比較したんじゃないかな。これだと 3×4 で12倍だね。続いて合成も見てみよう。引っ張り方さ、ペンシルモジュラスって書いてあるけど、まあヤング率と同じと思っていいんじゃない？厳密には違うかもしれません。これも結構幅があって 200GPa から 600GPa って感じだね。鉄は 210GPa だったわ。だから鉄の最終ポジションはここね。これもきっと昔は第一世代の 300GPa くらいと比較したんだろうね。となると非合成は 1.5 倍くらいの4倍で約6倍。とまあ微妙にずれるけど。炭素繊維は鉄の4分の1の比重で、鉄の10倍の非強度があります。また、7倍ほどの非合成があります。定型文は正しそうだけどちょっと古そうだね。図中の最新素材 T1100 のところで見ると、非強度30倍近く、非合成で6倍くらいになるね。最新カーボンすごい。で終わる適当動画にしておけば楽なんだけど、これは繊維の状態だからね。ずっと注釈で繊維単体の話ですって出てるわね。勘違いしてほしくないから強調させてもらってました。冒頭でカーボンフレーム逆に重くねって言ってたけど、それこそこの数字を当てはめて単純計算したら 100g とか 200g ぐらいでフレーム作れそうね。でも実際には繊維だけでは引っ張りしか支えられないので、樹脂で固めて CFRP にしないといけないね。なので樹脂の分の重さと体積が加わる。炭素繊維のデータシートを見ると CFRP にした時にどんなスペックになるか記載があった。おう、イングリッシュ。日本の企業だけどグローバル企業だから仕方ないね。 T1100G の場合、炭素繊維状態では 7GPa の強度があるのに対して、カーボンの体積比率 60% の CFRP にした場合 3.5GPa になると書いてある。どういう理屈か知らないけど 60% より少し低くて 50% くらいになっているね。でもって自転車のフレーム用途の場合は多分ここの数値じゃなくてここかここ、圧縮強度か曲げ強度の数値を見なきゃいけないと思うんだよね。となるとどっちの数字を取ったとしても約 1.9GPa、 最初の 27% まで落ちちゃったね。合成に関しても曲げの部分で見るべきと思うから、繊維単体の時 324GPa に対して CFRP にした時に 159GPa、 約半分だね。ちなみに強度は圧縮方向で落ちるけど合成はあんま変わらないらしい。でこのデータは一方向に繊維が入ったものだけど、実際は一方向じゃ困るから違う向きのシートも重ねなきゃいけない。これでさらに数字が落ちるんだけど、じゃあ結局形にした時にどんくらいの数字になるのってのを一生懸命調べたけどよくわかりませんでした。調べたけどよくわかりませんでした。いかがでしたか？パイプで販売している業者があるんだから、どっかで試験結果くらい公開してるやろうって思ったら
なんか意外と見つけられませんでした。調べ方が甘いだけの可能性もある。仕方ないので推測で進めましょう。まずどの方向にも強いように45度刻みで重ねていくと、一方向のみの CFRP に対して 30% くらいの強度合成になるらしいです。これはちゃんとした専門書で読みました。自転車フレームに使う場合、こっちの方向にある程度集中させるはずだから、アーシ判断で 50% とさせてもらいます。というわけで最終的に炭素繊維のスペックから強度は 13%、合成は 25% まで落ちるという結果になりました。どんぶり勘定と推測を繰り返しているから、かなりずれている可能性があるわね。コメントでいろいろ突っ込まれそうだけど、あんまりひどく間違っているようなら動画消しますね。誤情報をばらまくのは良くないものね。ともあれ、これでようやくある程度フェアな状況で金属材料と比較できるよ。つまりここまで前置き。まずは非強度と非合成、つまり重量あたりの強度と合成を比べてみましょう。表よりグラフの方が見やすいかなと思ってそうしました。横軸が非合成、縦軸が非強度だよ。右上の方にある方がすごいってことだね。単位も書いておいたけど、まあ気にしないでいいよ。最初の10倍とかどうとか言ってたのと比べると控えめにはなったけど、別格ではあるわね。鉄対比だと非強度が5倍、非合成が2倍。アルミ対比だと非強度が3倍、非合成が2倍だね。強い。これだけだとまだなんともだから、前回と同様にパイプにして比較してみよう。金属材料のデータは前回と同じ数字を使っているよ。1インチ、厚み 0.4mm の鉄パイプを基準にするね。カーボンの直径はアルミと同じにしておこうかな。厚みは 0.7mm にしたらいい感じの数字になった。基準の鉄パイプの厚みはフレームの特に薄いところの厚みで設定したんだけど、今思うとちょっと極端な設定だったね。直径も鉄1インチを基準にしたから、現代基準だともう一回り太くした方がリアルなんだけど、今更設定変えるのもあれだし、そのまま続けさせてもらうよ。で、この設定だと合成関係の数字はアルミとカーボンでほぼ同じなんだけど、強度は 1.5 倍くらいある。でもって重量のところに注目なんだけど、アルミの半分ちょっとしかない。これは単純にアルミの半分くらいの重量でフレームが作れるってことになるのかな。条件がいろいろ適当だからね、どこまで合ってるかしら。ちょっと実際のフレーム重量をチェックすると、T1100 を使っていると公言しているフィナレロのドグマ F2024 のフレーム重量が 865g らしい。アルミ A7005 でドグマ並みに気合の入ったフレームが現代にあるわけないんだけど、みんな大好き TNI7,500 は 1520g だそうです。865g は 1520g の 57% だね。まさか TNI7005 くんもドグマにぶつけられるとは思わんでしょうよ。価格差20倍以上。もうちょっと高価なやつならアーシ愛用のアトムってフレームで 1440g。 古い上に誰も知らない。じゃあ E7005 にこだわらないで CAD13 で 1160g。 これはさすがね。でもあなたの計算よりドグマが重いんじゃない？いろんな過程を挟んだ割には一致率高い方だと思うんだけど、なんで計算と合わないのか考えてみましょう。考えよう。まずカーボンと樹脂の体積が6対4のデータを使っているけど、他のデータを見ると7対3くらいのスペックになっているのも多いです。これはカーボンがもっと軽くなる方向じゃない。また積層方法は全くもって不明で、適当に長手方向を 50% にしたけど大外れの可能性があります。これは本当に見当がつかないわね。また T1100 以外にもいろんな炭素繊維があるので、部位によって使い分けていると考える方が自然かと思います。なんかカーボンがますます軽くなる方向の要素が多い気がするんだけど。で、次のが一番影響が大きいと考えているんだけど、安全率が違うんじゃないかな。安全率ってなんだっけ？材料はさ、壊れるギリギリで使うんじゃ危なすぎるから、計算上かかる
荷重の3倍とか5倍に耐えれるように作るんだけど、カーボンは金属材料よりこの安全率を大きくとっているんじゃないかなと予想しているよ。ある程度の根拠もあって、金属材料は完全にちぎれる前に伸びるとか曲がるって状態を経由するから、その段階で異常に気がついて安全に対処できる可能性が高いんだけど、カーボンは一気にちぎれるらしいから壊れる時の危険性が高い。また継続的に引っ張られたりするのには強くても、衝撃やピンポイントへの荷重には比較的弱いから、その分の補強もいる。カーボンを使用する際の安全率に関してはあまり資料を見つけられなかったけど、建築関係の話では金属材料の3倍にしているって記載もあった。この記載は真偽がわからなかったし、さすがに3倍にしたら重量のメリットがなくなると思うんだけど、安全率を高めにとっているのは違いないと思う。さっきの計算の段階でも 1.5 倍くらいの強度にしてたけど、さらに安全率をとって最終的にアルミの 60% 前後の重量になるって予想だよ。ちょっと予想だらけで何がしたい動画かわからなくなってきたわ。真実を知っている人はコメントでこっそり教えてね。教えてね。ちなみに炭素繊維の理論強度は 180GPa あるらしくて、今回似た T1100 でも理論強度の 4% しかないよ。理論強度って何？材料の構造から計算した理論上の強度だってさ。鉄やアルミと比較してもカーボンの理論強度の達成率は低いらしくて、素人考えだけどカーボンの伸びしろはまだまだありそうだね。じゃあいつか 100g のフレームも作れるのかしら。楽しみね。じゃあ今回の動画はこれくらいにしましょうか。この動画で省いた強度や合成以外の性質や歴史、製法などについても知りたい人はコメントでリクエストください。リクエストもらっても作る能力があるかは別問題だけどね。作れたら作ります。行けたら行く。この動画を気に入ってくれた人は他の動画も見てみてね。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。じゃあまたね。バイバイ。